福音減少のため4トン以上は通行不能です。そしてこの先にも、この先福音2メーター福音2メーター狭大型車通行不可。福音2メーターって狭いよね。ベンツの GLS なんてもう2メーター超えてるかな。2メーター近くか。ああいうクラスやったらもう厳しいということですよね。今この時点でこんな感じなんで、左は旧道、まあいいわ。すいません、ここに旧道らしきもんがあったんで入っていきましょう。なんか封鎖もされてないんで、せっかくなんで。どうでしょうね。これいけないかな。これどうかな。めちゃめちゃな旧道ですね。ウォーミングアップということで、ウォーミングアップにしたらひでえか。多分この県道46号の旧道区間だと思うんですけど、これいけないかもしれんね。もしかすると今でも使われてはいるのかな。ここはおまけでやってますんで。どうでしょう。いけないかな。木倒れてんね。これぐらいならいいか。これ右端が危ないですね。ダメだ、倒木です。こういう道があるっていうことです。そこまで攻める気はございませんので、もうめんどくさいんでバックで帰ります。バックで帰らんと U ターンができないっつうのも悪いけど、この橋の、唐谷橋の旧道だったんでしょうね。ちょっと大分にちょっと遊びにしては大分が過ぎましたね。ちょっとね。でも三重県すごいのは、ああいうあからさまに通れない道でも普通に通らせてくれるっていうのがありがたい話というか。もうちょっと待っていきなりこういうパターンなのすごいね。もうここ行くなと、もうやめろと言ってますね。もう看板のオンパレード、この先路肩崩落のため走行注意。でも多分ここはおそらく序の口なんだと思うんですよ。おそらくね、今からがスタート、峠へ向かっていくほどにひどい道になっていくんだと思うんですよ。2メーターの福音ですからね。そうなるとこの幅でもまだ2メーター以上はありますよね。さあ、なんかやばい雰囲気がいきなりひしひしと出てきました。対向車だけ気をつけましょう。これ長丁場だね。カットになるかもしれません。カットでいいかもしれません。早送りかもしれません。うわー、ちょっとこれは県道ですね。これ対向車来たら嫌だな。どんだけ狭いわこれは狭いわ。確かにこれはやばいかもしれない。うわここ来るまでの、151号線もまあまあひでえなって思ったんですけど、ここちょっと倍ひどいかもしれないですね。これはひどいな。右端がやばいもん。これまだ標高高くなってないですからね。そうだね。この時点でもう大型車無理だね。いや、幅はあるんじゃけど、このカーブに沿ってこのカーブにオーバーハングが取れない感じなんじゃないですかね。狭くて。でも電柱はあるんだよね。電柱あるな。電波塔でもあるんでしょうか。
は面白くなってきましたよ。なんかこれワクワクですよ。これ本当基本的にこれはいい、この先に良くなる気配じゃなくて悪くなる一方でしか思えないですね。私らみたいなこういう変態にはマゾ的な話ですごく嬉しい話ですけどここすごいなこれ。これ360度カメラの方がいいかなこれ。ここでもこれ今止まるったって止まれないんだよね。これはちょっとすごいな。すごい。でガードレールに南島大宮なんたら線、一応なんか県道表記ではないの。もしやするとこれも元林道だったのかなって感じですね。その名残のガードレールの標識なのかなと思うんですけども、これスリップするぞこれ多分。これ完全ダメだわ。確かにインリフトするかなって思うぐらい狭いよ。狭い。これ対比上ないんだけどまたさらに狭くなりまして、で言っとくけどまだこれ全然まだ先にあるんですよ。まだ入り口ですよこれ。真正面も林道かなと。ちょっと待って、K でもギリチョンの切り返ししなくていいけど、これ普通車やったら切り返しかもしれないですね、下手すると。私そんなに前知識がなく来てる人なんですね。ここも道も要はダーツで決まって渡来町が選ばれて151号線が選ばれたんですね。でその国道260号線っていうのが旧道だらけなんで、そこへ向かう通過点としか僕は思ってなかったんですよね。地図見たらめちゃくちゃなとこででざっくりちょっと調べたらめちゃめちゃすごい県道だよという話で、ただ地図上でしかあまり情報を仕入れてないんで、実際初見です。なので今のカーブかってそんなに急とは思わなかったし、もしかしたらこれも急なのかなみたいな。これは完全県道だわ。ちょっと対比上があったら360度カメラを装着したいですね。でも対比上ないんですよ。これは面白いですね。でぐんぐんとまだ入り口なんだけど標高上がってくんですよ。結果的に何メーター上がるんでしょうねこれね。で右端もキワキワなんじゃけど、ここに対比場みたいなのがある。ここでちょっとカメラセッティングさせて。はい、では再開します。360度カメラをつけましたんで、そちらの映像がメインになるかな。いやーこれはこれはこのカメラの方がいいわマジで。対向車が気ぃつけないと、これほらこんな、これは幅もひどいけど本当これは大型車無理だわ。幅はいけてもね曲がれないってやつですわ。内輪差で壁ぶち当たるパターンですよこれ。でも今から怖くなるんだよねこれ。だってこんなんですよこんなん。うわ、当然ながら携帯電波はまだ届くのかな。まだ届いてるのか。でもこれ対比場が全くないんですよね。そのなんか幅よりも
対向車来たらっていうか、いや僕の場合ほんとすれ違いじゃなくて、いきなりカーブでいきなりバッて現れるのが怖いっていう方の怖さですかね。むしろ僕は対向車に来た方がネタ的には面白いなと思ってるんですけど、まあこんな道はなかなか通るやつはいないじゃろうな。道は良くないですね。だってガードレールはまずないにしても、これ左のこの壁の圧迫感がひどいんですよ。左で押し出されそうな雰囲気の中、右の際がもう崖っていうプレッシャーがダブルで来てるんですね。それが怖いですね。で踏み外す、左を気をつけてると草なんかは僕はいいとしても、そういう壁のプレッシャー避けなきゃいけないっていう気持ちの余裕がないところによって右をおろそかにすると、ここみたいなこういうカツカツですよね。こんなところを走らされるわけですから、脱輪しようなもんですよね。で割と小さめな普通車、私乗ってるフリードでも結構しんどいですね。多分今回これジムニーで軽で来てますんで、さほど左右のスペース的な問題はないんですけども、ただこういうこれですよ。でちょっと踏み込むと内輪のインリフトを起こしてホイールスピンするんじゃないかっていうぐらいの高低差のあるヘアピンなんですね。もういろんな意味で結構剣道ですね。ここもほら急カーブなのに、ここなんてもうカーブミラーもない。ここは結構最強の剣道に近いかもしれないですね、もしかすると。しかも岩が落ちてるし、でガードレールの作りがすごい。支柱がこうなんていうんやろ、道幅を広げるがためになんか日に向かって生えてる椎茸みたいなもんでこうえぐれてるんですよね。なんかここもほらすごいよこれ。前も今カツカツの左前もねカツカツですよ。これが剣道ってんだから恐ろしいですよね。でこういうとこに一応対比的な、ここもほら高低差がひどいんですよ。すごいね。ほんと対向車のいきなり現れるのは怖い。そっちが怖い。道も怖いんですけど、何やろう、得てしてこのね誰も通らん道を走る人っていうのはもう来ないだろうって前提で突っ込んできやがるんで、電気もつけてないでしょ。そういう人の方が僕は怖いんですよ、実を言うと。そっちの危険の方が怖いんですよ。別に狭いぐらいなんとでも、慣れてるんでいいんですけど、といってもね油断大敵ですけどね。ただし面白いです。でちなみに藤坂峠ですね、ここはね前回の藤越は藤越峠とは書いてなかったんですね、地図表記で。ここもほら落石がこの嫌な、避けたら左へ避けなきゃ左の端へ行かなきゃいけないっていう、だからその一心気を取られて谷底へ落ちるっていう可能性もなきにしならず、そしてまたこれもアクセルを強く踏み込むとガガガガガッとこう滑るパターンですね。苔むしてるんで落石がほらこれね、ここなんて落石で狭くなってるし、ここも崖ですね。すごくこれは楽しめますね。剣道マニアとしては楽しめます。一般人は絶対楽しめません、こんなとこ誰が来るかと、もう罰ゲームの何もんでもないですね。僕からするとこれはご褒美ですけどね。地図上ではめちゃめちゃヘアピンの嵐です。こ
こなんかももう無理やり石を頑張って削って作り上げた道ですね。でもしかしてこれ峠なのかな。まだですね、まだまだですわ。ほらここもまたこうえらいこっちゃね、結局等高線を横切る形だから、ちょっと踏み込みます。ああならんね、踏み込んだらインリフトするかなだったらすいませんでした。このヘアピンがその等高線を横切るような感じなんで、いうことでね、電池があるの電話線なので、そのヘアピン途中がめちゃめちゃ高低差があるんで、ここも狭いな。151なんか目じゃないですね。ヘアピンカーブ、まあここはまだいいかな。これは360度カメラでよかったわ。これつけといてよかった。これは多分インカメでは迫力伝わんないですわ。狭いです。狭くて、でもまあ木をこう倒木がしょっちゅうあるんでしょうねこれね。だから下手するとこの前の晩にちょっと風でも吹こうもんなら、いきなり一般人の車が通ってきたら倒木で通れなくて引き返すようなパターンかもしれませんね。私だったらね電動チェーンソーとか持ってるんで対処もできますけども。うわ、ちなみに標高は460メーターぐらいですね。この路肩崩壊でまたここはまだいいかな。これはちょっとね、幅員2メーター分かりますわ。幅員2メーターで、その大型車っていうのは乗用車の大型も含む通らん方がいいです、大型トラックとかっていう意味もよりも、例えばそうやな、まあいけるけどランクルでもしんどいと思いますよ多分。おそらくランクルなんて2メーターぐらいあるんでしょあれ横幅。結構場所によってはカツカツ端から端までのところありますし、その岩を角石をのけたすら崖が待ってるみたいな、そういう感じなんで、これはちょっと5ナンバーまでが推奨かなって思いますね。まあ3ナンバーでも来れるけど、まあきついかなって思います。携帯波は当然つながらないね。ほらここなんて右が石だらけで、それ避けたら左はもう崖ですここなんてこのロープ張ったるけど、ここの路肩はさらにひどい。切り通しを越えて間もなく峠なのかな。こういう切り通しがあるってことはそろそろ峠が近いやと思うんですけど、ただ気になるのは電線があるんですよね。電波塔かなんかあるんでしょうか。地図表記は見てないけど、ただこの藤坂峠脇道もめちゃめちゃすごい。地図で見るとなんかヘアピンの連続の脇道があります。多分そこの先になんか電波塔があるんじゃなかろうかと思いますね。もやが出てきました。間もなくかな、藤坂峠頂上じゃなかろうかと思います。なんか電柱があるのが違和感感じるんですよね。こんな険しいところ電線通す意味あんのって思っちゃうというか。はい、ここが峠藤坂峠ですね。でこの右左になぜか道があります。いっぺんここは降りてみましょう。おー、峠
富士坂峠になります。めちゃめちゃ山が高いのか、もうこの山の上頂上付近独特のガスが出てきましたね。峠の先、峠の象徴切通ですね。風が強い。南伊勢町との境界線となっておりまして、すごく山の上って雰囲気。この先もやばそうだね。うわー、めっちゃガスが上がってきてます。もう山の上って感じですね。左はなんかね、石灰が取れるみたいな感じのこと書いてありましたし、三重工業所って書いてあるのかな。あ、もう使われてないんですよね。ここに昔は石灰の取れるとこがあったんでしょうか、わからんですけど。でこっちが、県営林道国見の坂線となります。林道ですね。まあ今回行かないですけど行きたいな。でこちらが電線が張り巡らされてました。地図表記を見たらやっぱり電波塔があるそうです。やっぱり山のてっぺんの電線というのはこういうことなんですね。NTT の富士坂無線中継所となっております。この先は通行禁止となっておりそうなんで行きたいけどね。電電公社のマークですね。まあすごくこの崩れ具合からするとめちゃくちゃ行ってみたいんですけどねまあなんですけど、ここは行かないでおきますというか行っちゃいけませんので、めちゃめちゃ興味あるけど、この電波塔のてっぺんって行ってみたいんだけどね。はい、富士坂峠を越えますけど、この先がどうかやな。僕とすれば予想的には今のところがダメで、こっちの南伊勢町側は問題ないんじゃないかという、楽観的考えだと思ったんですけど、この幸先からこんな状況でございます。さっきまでガスが吹いてたんですけど、ガスは消えたんじゃが、まあ過酷なのは変わらんのかな。まだいいんじゃないかな。どうでしょうね。地図線形から行くと、まあなだらかに見えるんですけど、どうでしょう。そこは何とも言えない。でもやっぱ右端はこっちはひどいですねやっぱ狭いな。あんま変わんねえか。楽しい楽しいこの道これはいいわ。ライトだけつけときましょうね。冠山峠道路っていうのが福井県にあるんですけども、そこもまあまあなひどい道なんですけど、そこよりも悪いなここはちょっと稀に見るひどさですね。ここね、落石もあるし、私の車、まあタイヤがこんなんなんで左寄れますけど、一般車やったらこの石乗り上げたくないから嫌ですよね。なんだこれ、湧き水があった。湧き水というか谷川の水かな。まあこの電波塔があるがゆえに通ってるような道とも言えなくはないというかですかね。でも今でも頂上にある電波塔 NTT の無線中継所って書いてあったけど、もしかしたらもうないかもしれませんね。もう今時ね、もう電波で山の上で中継するっていうそういう電波塔もないんじゃないんかな。でも電線があるってことはあるんかな。落石がひどうございます。でもこれこそ警笛鳴らせの区間じゃないか本当に。で退避所がないですけど、私がここで対向車に来たらどこまで下がればいいんだろう。これちょっとそれ考えていかないとわかんないですね。ここ退避所的なところですね。それを頭に念頭に置いて
対向車来た時のこと考えないとあかんけど、左ひどいな。本当脱輪したらえらいこっちゃですよこれ。引き上げ不可能ですよ。ここなんてほらほらほらこんなんですよ。怖っ。大型車通行止めとは書いてありますけども、電波塔があるということはさ、その機材を上げるそこそこの、まあ、トラックというか小型トラックは来てるんでしょうね。本当に危険手当が欲しいぐらいですよ。幸いにも雨が降らんで助かっております。とにかくこの県道は路肩がすごく狭いんで気を張りますね。でなんかいるぞ動物。あら今動物いたんやけどカーブミラーで見えたんやけどな。残念。もしかしたら熊やったかもしれん。カーブミラーでは見えたんですけどね。鹿じゃないように見えたんですけどどうだったんでしょうね。ここも退避場ですね。ぐいっと下って無理やり作った道って感じですけど、この先に深い急カーブがちょっと続くかな。でも県道っていう割には全然ヘキサゴンないんですよね。県道表記がないんですよね。全くガードレールの表記もないし、どないなっちゃってんね。ここ急カーブです。あるのはこのガードレールの看板ですけども、あくまでこれは林道時代っぽいなんか看板かなと思います。急ヘアピンカーブ、よいしょ。でも向こうの道に比べりゃまだマシかな。狭いけど、いや全然でっかいです。ここ広い。この退避所もやばいね。ここが退避所とは言われんな。これはここで退避所注意です。県道46号線の看板っていうかもう標識のなんかシールですな。もうステッカーで貼ってある感じですが、ここを県道とまあ言ってくれてる証拠でしかないというか。ってことは何これ、カーブミラーごとにあったのか、見てなかっただけで。あ、カーブミラーごとにあるんですね。ここは怖いね。まあひどいんじゃけど、さっきの入り口に比べりゃまだマシなんかな。もうこんだけ
ひどい道だとガードレール作る気も失せるんでしょうね、ここまで来るともうここなんか本当はガードレールなきゃいけないんやけど、もうここまで来たらお前らもう分かってんだろ、こんなもん落ちたらやばいんだからさ、もう気ぃつけろよっていうのと、あと落ちてもこう気があるからなんとかなるから、それでなんとか対処せって感じでしょうね。もう道から外れるのはもうなんかもう仕方がないと言わんばかりの感じで置いてあります。で運悪く木立の間入ってったら結構転がっていくんかなと思うんですけど、だからもうこういうカーブドン付きなんかは仕方ない、ガードレールしとかんとね、誤って直進で入ってくるやつがいると危ないっていうんでガードレール置いてありますけど、普通の県道のレベルで言ったら、このレベルやったらもう完全にこんな反射板で終わらすようなもんじゃない。レベルが全然違いますね、本当に。もう半分諦められてますね今ね。いやっていうかこんなとこ通んないよって感じのレベルじゃないですかこれ。ひどいなこれマジで。あんまり早送りしたくないですかね、ここは。なんかこれはなんか生の速度でお伝えしたい、もうめちゃめちゃ長い時間になると思うんですけど、記録として残したいですね。なんかそのうちなんか廃道にはならんにしても、なんていうか廃道にならないけど逆になんか良くなってしまったら嫌やなっていうのが本音というか、ここはあんまガードレールを作ってほしくない、鑑賞用的にそう思いますよね。だからそのうちだんだんとここもやばいって行政が思い出したらガードレールつけちゃうと面白くなくなるんで、そういった意味で急カーブ記録として残したいなと思います。標高的には 200m 台まで降りてきてますんで、右下の崖の下、その落ちていった先が見えますんで安心かなとといってもまあバイクでこけたらえらい大怪我ですね、ここは。これは誰も通らんわな。左もなんか林道作業路かなって感じがしますけども、この先今のカーブのとこになんか徒歩道表記がありますね。ヘアピンに対比場があるって感じですね。そこをチェックですね。でもすごい、ここめちゃめちゃ下が崖です。ここめちゃくちゃ崖です今。ちなみにこの左手にもね、林道なのかなんか知らんけど、めちゃくちゃアリの巣のようになんか入り組んだ山道があります。海が見えてきたかな。峠の上から海は見えてたんやけど、ここ怖いですよ。ちょっと
距離が長くてこのひどさですから、これ本当に運転自信ない人がここ通ったらめちゃめちゃもう泣くというか、多分気が狂うんじゃないですか。多分僕みたいなね、もともと気が狂ったようなやつやったら何も思わんですけど、これ一般の若い子、そのよくあるのがね、免許取り立てやと道もよく分かってないからといって、入り込んでしまって泣くっていうことがあるんですね。そういう道じゃないかね。ここ入り込んだらもう本当に泣くし、もう反響なんですよ多分。もうここなんてもうカーブの先にガードレールしかないじゃないですか。で今もあったけど、ガードレールがあったところでそれでさらに福音現象になっちゃうっていうリスクもあるんじゃろな、今の話だと。里が見えて買いましたね。本当に普通の人やったら人里の家の屋根が見えた時点でもめちゃくちゃ安心するでしょうね。もう胸をなで下ろすとはこのことですよ。で今話してガードレールがあると圧迫感があるというね。もうカツカツでガードレールを作らなきゃいけないから、ちょっと道を狭める要因にもなるんでしょうね、これね。さらにここなんかあれですよ、左の方にこの盛り上がりがあるんですね。水を誘導するためのものなんでしょうか。でここが、右左分かれてますけど、左みたいですね。右に行ってまいそうだったんですけど左のようです。県道の表記ありますね。もう間もなくというか終わりが見えてきてるんですけども、最後の最後になんかすごいヘアピンカーブがあるみたいなんですね。最後で2キロがあるんかまだ。この左の盛り上がりっていうのは何？これは何？このガード的なものなの？これこっから先はみ出すなって意味で置いてある縁石的なものなんですかね。警告用なんですか。簡単に踏み外しそうな感じの縁石なんですけど、こう草が張り出してる。なんか最後にすごいここ危ないんやけど、ここちょっとひどいね。なんかこの嫌がらせですよね。やっと人里見えてきた、やったーっていうところでこの草の洗礼を受けるっていう感じですね。僕は気にはなりませんけど。でももうこの入り口の時点でこんな状態だから、まあ普通は引き返すわな。これはやばいなって。このなんか頂上付近で行ってなんかやばくなるんじゃなくて、もう幸先からもうやばい道なんで、大概の人はもうやめるんでしょうね。さあこのやばい県道ももう間もなく終了となります。
最後の最後まで気が抜けないっていう感じですね。ほら最後に、今までこんな横に草なかったのに、ここに来て草が出てきまして、ほんと嫌がらせやんこれだからこれで当選簿してるのかもしれません、もしかすると。いやー、なんか長かったなこれ何分動画になるんだろうこれ。どうしようかな。あんま長いのもどうかと思うんですけども、でも早送りもあんましたくない道なんですよね。全般的にやばかったです。でここが最終のコーナーというか、最終ひどいコーナーかな。ひどかったなこれは。国道県道マニアの方にはすごく楽しめると思います。そういうリスクをね、なんか対向車来ても動じないとかっていう、そういうものを考えるんであればいいんじゃないかろうかと思います。はい、ではこちらで、46号線が終了となります。そしてここから先、国道260号線となりますが、ここに旧道ストリートになりますので、これからこのシリーズになります。チャンネル登録してお待ちください。バイバイ、ありがとうございました。